私自身には常にトヨタという会社が重ねられ、創業家のボンボンというレッテルがついて回るようになりました。Who am I？ 私は一体何者なんだろうか。トヨタ生産方式 TPS との出会いが私の心の支えとなりました。お前は見たのか。現場を知っている者が一番強い TPS が今では私の経営哲学になりました。絶対に元のトヨタには戻さない。そのために私自身戦い続けなければならないと思っております。今新型センチュリーが帝国ホテルに到着しました。この車に乗っているのはもちろん豊田章男会長です。お疲れ様です。これからですね、章男会長はこの14年の戦いについてこちらでお話しされるということですね。ここまでね、きっとスルーでね話しちゃった初めてだと思うんですね。ぜひもう戦いすべてをお聞きします。すべて戦いだったんで、よろしくお願いします。製造業の経営者や役員およそ200人が集まり行われた NPS 研究会総会。 NPS 研究会とはトヨタ生産方式 TPS をベースに最も効率のいいものづくりに挑戦する企業が集まった団体です。皆さんこんにちは、豊田章男です。まずはこの度能登半島地震によりお亡くなりになられた方々のご冥福をお祈りいたしますとともに、被災された皆様に心よりお見舞い申し上げます。皆様が一日も早く日常と笑顔を取り戻せるよう、550万人の仲間と共に私自身も行動をしてまいります。私と NPS 研究会との出会いは1999年、今から20年以上も前に遡ります。かつてこの研究会の顧問を務められていた林南八さんに連れられて初めてこの総会に参加させていただいたのですが、点滴を打ちながら講演を続ける鈴村喜久夫さんのお姿、聴衆を圧倒するその迫力に感銘を受けたことを今でも鮮明に覚えております。まさかこの壇上に自分が立つことになるとは。それが今の正直な気持ちでございます。本日は私と TPS の出会いから社長就任後の戦いに至るまでリアルストーリーでお話をさせていただきますので、よろしくお願いいたします。最初に自己紹介を兼ねて私自身の話をしたいと思います。私は1956年に豊田家の長男として生まれました。私が生まれた時、父正一郎はトヨタの取締役でした。父がいろいろな車に乗って家に帰ってまいりましたので、私のそばにはいつも車があった気がいたします。そんな中、忘れられない思い出がございます。1966年5月3日、富士スピードウェイで第3回日本グランプリの決勝レースが行われました。父は10歳の誕生日プレゼントに私をレースに連れて行ってくれたのです。プレゼントの中身は走り抜けるかっこいい車とうるさいエンジン音、そして車に関わるかっこいい大人たちの姿でした。私は車が大好きになりました。今思えば父からの一番のプレゼントは、私の中にカーガイ森蔵の原点を作ってくれたことかもしれません。一方、この頃から私自身には常にトヨタという会社が重ねられ、創業家のボンボンというレッテルがついて回るようになりました。大学を卒業した私は、
アメリカの投資銀行に入社をし、世の中のお金の流れや最先端の金融技術を学びたいという動機に加え、一人の人間としてトヨタとは違う人生を歩みたい、そんな思いで選んだ道だったと思います。しかしここでもトヨタの御曹司という目から逃れることはできませんでした。Who am I？ 私は一体何者なんだろうか。そんな気持ちが私の中でどんどん大きくなってまいりました。どうしても逃れることができないなら、トヨタと真正面から向き合ってみよう。自分が何者なのか、そのヒントが見つかるかもしれない。そう考えた私は、トヨタ自動車への入社を決意したわけであります。当時社長でありました父からは一言だけ、トヨタにはお前を部下にしたいと思う上司はいないぞと言われました。実際に入社してみますと、まさにその通りでした。私に近づくと、周りからは社長の息子に気を使ってとか、ごまをすろうとしているとか言われますし、逆に社長である父親に言いつけられるかもしれないと思うと、きつく当たることもできない。トヨタの人たちからすれば厄介な存在だったんだと思います。私はいつの間にかできるだけ関わらない方が良い存在、いわばアンタッチャブルな存在になってしまいました。そんな私にも救いがありました。それは最初に配属された職場が元町工場だったことです。元町総組立て部、機械部をはじめとする現場の人たちとの出会い、トヨタ生産方式 TPS との出会いが私の心の支えとなりました。当時の私は時間を見つけては現場に行き、自分にできることを探していました。ある時、その姿を見ていた現場の人たちが、私が現場を回りやすいようにと、壊れた自転車を3台寄せ集めて、私専用の自転車を1台作ってくれました。この時の嬉しさは一生忘れることはありません。元町工場の現場の人たちは、私を創業家ではなく、一人の新人、一人の人間として接してくれました。それはなぜか。現場の人たちに TPS が根付いていたからだと思います。お前は見たのか？事実は何か？この TPS のものの見方、考え方こそ、人生において素の自分を見てほしい。そう願い続けてきた私が求めていたものであったと思います。ここで映像をご覧ください。アメリカの投資銀行勤務を経て28歳の時、トヨタ自動車に入社した豊田章男。最初の配属先は工場ラインの部品係だったという。豊田章男の入社を現場はどう受け止めたのか。先輩社員として工場に勤務していた安江に聞いてみた。明夫さんと僕の出会いは昭和59年、明夫さんがトヨタに入社して元町工場の工務部に来た正一郎さんの息子だっていうことで、暗黙にやたらに明夫さんに声かけちゃダメだぞっていう空気があったんですね。いつも元気のいい課長がいたんですけどね、でその人が僕なんかを呼ぶ時は「やっせー誰それ!」って呼ぶのに、その課長が「豊田君」って呼ぶんですよ。そのトーンの違いに課長も緊張してるな。では直属の上司はどう感じたのか。2年目、豊田章男の上司となった林南八。
林はトヨタ生産方式の生みの親とも言われる大野泰一の薫陶を受けた最後の世代。その厳しさは誰もが知るところだった。私が製造課長で君の顔を担当してもらうと。で、今日は現場をご案内しろと。なんで新入社員俺がご案内しないかんのかと向かっ腹が立ったけどね。どうせ海外帰りのアマちゃんのボンボンだろうと思っとったら、とんでもないがっちりした体でね。ご自身の東亜に来るっていうのはちょっとやっぱりなんかあんまり嬉しいことじゃないんですか？これはね、サラリーマンですからね、僕やって。しかし林はひるまずかました。何やっとんだバカ野郎が。そんなとこから見えるかとか言ってね。それで君は入社1年になるけど目いっぱい叱られたことあるかって言ったらありません。それは不幸なことだと。1年僕のとこ担当してくれるから幸せにしてやるから覚悟してくれ。一方林はあるトラブルでの豊田の対応に驚いたという。ちょっと手貸してくれって言うんで、うちの部下が間違えたのか工務が間違えたのかよくわからんけども、8時ごり夜の8時頃飛んできて部品が切れると。どうしましょうって。どうしましょうって、こういう時に何とかするのが公務だろうって突っ返したらね、一目散に出て行ってね、帰ってこないんですよ。で、部下に聞いたら、部品取り行ったんじゃん。夜中ってか夜中です。で、夜勤は守衛しかいない。部品の相手様。そうよ。それで、守衛に案内させて、当該部品を倉庫の中から探して持って帰った。あれはなかなかね、度胸の座った男だなと。どうやって育てるとこんだけしぶとくなるのかなと思うぐらいしぶとい。昼休みになると必ず現場の休憩所を転々と回ってね、上の社長の御曹司なんて関係なし、仲間意識ができますよね。俺は別格の人間だっていう態度は一切取らなかったですからね。そして秋夫は自分の次の配属先は常に現場の先輩たちに相談をして決めたという。次はどこ行ったらいいですかって相談に来たから、俺は帝語学を受けたこともないし、だから正一郎さんとかエイさんに相談したらどうだと言ったら、ダメです、彼らは入った時から役員なんですよって。あ、そうかと。トヨタ製でトヨタ自動車に入社して平社員で入ってきたのは私が初めてなんです。だから私は将来一番下から見た景色を強みにしていきたい。この林南八さんの勧めで TPS の伝承者の一人となるため、私は TPS の総本山である生産調査部で本格的に修行することになりました。なんとかここまで私がトヨタの責任者として役割を果たしてこられたのは、私の中に TPS の思想と技と所作が根付いていたからだと思っております。ご承知の通り TPS の2本柱といえばジャストインタイムと人弁のついた自動化です。ジャストインタイムとはリードタイムを限りなく短縮することであり、自動化とは異常が分かる、異常で止める現場を具現化するものです。実はこの異常で止めるということは、経営のさまざまな局面においてその責任者であるトップにこそ求められることだと思っております。私は社長に就任して以来、数多くの決断をしてまいりました。決断とは立つことを決めると書きます。その文字通り、これまで私が下してきた決断はヌーミー撤退、F1 撤退、オーストラリア生産撤退、TMEJ 東富士工場閉鎖など、誰もが悲しむ決断ばかりでした。すべてに共通して言えることは、必ずその現場に行き、
自分の目で見て耳で聞いたことをベースに悲しむ人の顔と現場の光景を思い浮かべながら決断をしてきたことです。トップの重要な役割は決断、すなわちやめることを決めることだと思います。今、評価されることを決めるのは誰でもできます。後世のためにやめることは責任者としての覚悟を持ったトップにしか決められません。現場が分かり、イメージできるからこそすべての責任を負える、つまり決断できるわけです。お前は見たのか。現場を知っている者が一番強い。元町工場や生産調査部で教わりました TPS が今では私の経営哲学になりました。ただしそこに至るまでは乗り越えなければいけない大きな壁がありました。最初の壁は生産と販売、つまり昔のトヨタ自工とトヨタ自販の壁でした。生産調査部の後、1992年から国内営業部門に移動し、販売店の地区担当員となりました。そこで目にしたのは信じられない光景でした。生産現場が知恵と工夫でリードタイムの短縮に取り組み、組み立て工場を数時間で出た車が、販売店のヤードでは何週間も滞留していたのです。トヨタのジャストインタイムは工場の中だけなのか、そう思うといても立ってもいられない気持ちになりました。トヨタと販売店、お客様をつないでこそのジャストインタイムではないのか、そんな思いで国内営業部門の中に立ち上げたのが業務改善支援室でした。しかしそれは国内営業部門はもちろん、販売店からも歓迎されない存在でした。周囲からは TPS だかジャストインタイムだか知らんが、物を作るのと売るのは違うと白い目で見られていました。当時はトヨタ自工とトヨタ自販が合併してから10年が経っておりましたが、まだそこには生産と販売の厚い壁があったわけであります。当時の様子を販売現場で一緒に改善に取り組んでくださいました熱トヨタ栃木の森川会長が話してくださいました。こちらをご覧ください。リアのカウンターでね、本当に熱い思いで語られましたよ。豊田社長との最初の出会いでした。当時カロラ店の地区担当員、北陸の地区担当員をされていた豊田社長が TPS による販売店物流改善に取り組むことで、販売店経営の土壌を変え、新しいことにチャレンジする活力と息吹を吹き込む活動にしたいと、言葉知る情熱、真剣な眼差しで、私に話をしていただいたことをね、今も鮮明に覚えてます。で入ってみればもう全部今申し上げたように主給派ですから、昼夜を分かた本当に一生懸命共に悩み共に考える、そういう中でね、少しずつその主給派がね、なんか働きやすくなったな、手法というだけじゃなくて心のありようっていうかね、志っていうのかね、そういうものが高ければね、最後は人の心は動くもんだ、組織は変わるもんだという、これはやっぱりね、驚きだったな。時代を超えてね、今もそういう思いでおやりになってるのかなという気がするんです。販売店の改善を通じて実感したことがございます。 TPS は生産現場だけのものではない、すべての業務、職場、現場に通用する、そして変革を拒もうとする壁を壊すことができるということです。壁を作るのはいつの時代も本社の事務技術員のエリートです。エリートたちが会議室で作った壁は、現場に行き彼女らを巻き込んで改善に取り組めば必ず壊すことができる。私はそう信じてこれまで多くの壁を壊してまいりました。販売店の業務改善を進める中、
中古車ビジネスの可能性に目をつけました。下取り車の再販までのリードタイムを短縮しようと、下取り車をデジカメで撮影し、すべての営業所の端末ですぐに商談に入れる中古車画像システムの開発に乗り出しました。当時としては画期的なシステムでしたが、トヨタ社内からは画像で車が売れるはずがないと猛反発に遭いました。中古車画像システムはトヨタブランドを名乗ることができませんでしたので、画像をローマ字にしてガズーと名乗りました。これがガズーの語源です。これ以降、私にとってガズーは変革ののろしになりました。私がもっといい車作りへの変革ののろしとして始めたのが、今やスポーツカーのグローバルブランドになった GR ガズーレーシングです。それは23年前、伝説のテストドライバー成瀬弘夢さんとの出会いから始まりました。私の顔を見るなり、成瀬さんはこう言いました。テストドライバーは命を懸けて車を走らせている。あんたのような車の運転も分かんない人にああだこうだと言われるのは迷惑だ。でも運転に興味があるなら教えるよ。そこから私の運転訓練が始まりました。成瀬さんには揺るぎない信念がありました。道が人と車を鍛え、人が車を作る。だからこそモータースポーツを車と人を鍛えるもっといい車作りの基盤にすべきである。その信念のもと、成瀬さんの勧めで私は初めてニュルブルクリンクの24時間耐久レースに参戦することになりました。2007年6月のことです。当時私は副社長になっておりましたので、世間からはボンボンの道楽、ガズーは御曹司である秋夫のホビーだなど散々叩かれました。当然トヨタ本社からのバックアップは一切ありませんし、トヨタを名乗ることもできません。そこで私は森蔵と名乗り、チーム名もガズーといたしました。もちろんお金もありませんでしたので、中古で購入した2台のアルテッツァが私たちの相棒でした。こちらの映像をご覧ください。
てのニュル振り返ってどうですか？みんなのおかげ、本当にありがとうございました。もうね、言葉が出ないぐらい、最後の週はね、涙で前が見えませんでした。どういうチームでしたか、このチームは？最高ですね。全員が主役。おめでとうございました。ありがとうございます。ありがとうございました。ありがとうございます。成瀬さん、お疲れ様です。皆さんの仕事ぶりを振り返ってください。予想通りでした。はい、完璧。予想通り。何一つ間違ってません。成瀬さん、ご自身にとってのこのニュル、今回どうですか？人生の一つですね。はい。おめでとうございます。ありがとう。おめでとうございました。ありがとうございました。ニュル24時間レースで2台とも完成したのは奇跡でしたが、一方で非常に悔しい思いもいたしました。他のメーカーは将来出す予定の開発中のスポーツカーを走らせております。しかしトヨタにはニュルで鍛えられる現役のスポーツカーはありませんでした。抜き去っていく他メークの車からは、トヨタにはこんな車作りはできないだろうという声が聞こえるようでした。あなたにはできないでしょ、常に言われてきたこの言葉への反発、悔しさがもっといい車作りの原動力になったと思っております。私がニュルに挑戦した頃のトヨタは、アメリカが牽引する形で海外販売を伸ばし、毎年世界販売台数の過去最高を更新。ついには GM を抜き台数規模で世界一の自動車メーカーとなり、世間ではトヨタを称賛する記事や書籍がたくさん出て、まさに我が世の春を謳歌する、そんな状態だったと思います。そしてこの好調はずっと続くと思われました。リーマンショックが起こるまでは。そのリーマンショックにより GM が破綻いたします。トヨタも2兆円を超える利益を一瞬にして失い、創業以来初めての赤字に転落する中で、私は社長に就任いたしました。こんな危機的状況を3代目のボンボンが乗り越えられるわけがない。お手並み拝見、早く失敗してやめればいいのに、そんな声が社内からも社外からも聞こえてまいりました。私は誰からも望まれない社長だったと思います。それでも私は何とかして会社を再建しようと、一日も休まずに必死に現場を飛び回っておりました。もっといい車を作ろうよ。トヨタの仲間にはただそれだけを言い続けてまいりました。そして私自身がテストドライバーの一員として命がけでハンドルを握り続けました。休まずに働き続ける姿と、車の開発に命を懸ける姿を見せること、私にはそれしかトヨタを立て直すやり方が思いつかなかったのです。そんな矢先、リーマンショックを上回る会社存亡の危機に見舞われることになります。世界規模でのリコール問題です。トヨタの信頼は崩れ去り、私はしんがり役としてアメリカの公聴会に行くことになりました。今思えば、あれは私自身を潰すゲームだったのかもしれません。会社からも国からも見捨てられた気がいたしました。この時に聞こえてきたのは、あなたにはできないでしょ。やはりこの言葉でした。四面楚歌の状況で私にできることはトヨタの誠実さを伝えることしかない、そう思いました。対応が悪いとか遅いという批判は素直に受け止めて謝罪をしよう。しかし嘘をついているとか隠しているとかごまかしているとか、いわれのない誹謗に対しては絶対に妥協しないで戦おう。トヨタの本当の姿を議会の人たちだけではなく、その先にいる多くの人たちに伝えよう。それがトヨタの仲間を
守ることにつながり、次に社長になる人に責任を取るということを身をもって示すことになる。そう決心したとき、私の中に入社して初めて自分自身がトヨタの役に立てるかもしれないという喜びや嬉しさに似た感情が生まれたことを今でも鮮明に覚えております。逃げない、ごまかさない、嘘をつかない。これはリコール問題の時に私が世界中の人々と交わした約束です。私がこの約束をできたのは現場の仲間がいたからです。トヨタ本社ではエンジニアたちが昼夜を問わず走行試験を繰り返し、何が事実なのかを徹底的に追求をしてくれておりました。事実を見ているやつが一番強い。現場に生きている TPS がトヨタと私を守ってくれた、そう信じております。そして私が命を懸けて守ろうとしてきた仲間、実はその仲間に私自身が守られていた。そう思った瞬間、涙があふれ出しました。後の株主総会で株主の方から社長たるもの、涙を見せてはいかんと言われましたが、あの涙だけはどうすることもできなかったと思っております。リコール問題以降、東日本大震災、タイの大洪水、超円高を含む六重苦、私が社長を務めた14年間は危機の連続でしたが、危機だからこそ私は社長を続けられた、私が社長である意味があったと思っております。一番の危機はトヨタが車屋としての本分を見失っていたことだと思っております。私が社長に就任した時、ある方からトヨタはいつからお金を作る会社になったのですかと言われました。米国の自動車ジャーナリストからは、レクサスは退屈だ、あれはブランドではなく販売チャンネルだと言われました。非常に悔しい思いをしたわけですが、言われたことは私自身が感じていたことでもございましたので、当時のトヨタはまさにお金を作る会社になっていたと思います。規模の拡大を追求するあまり、儲かる車を儲かる地域で、つまり代表伝であるアメリカを向いた車作りが中心になっておりました。そして社内で最も重要視されておりましたのが、台数と収益を最優先に作られたグローバルマスタープランでした。そこには作れば売れるというメーカーのエゴがあったと思います。ジャストインタイムとは必要なものを必要なだけ作り運ぶことですが、当時のトヨタには儲かる車を儲かるだけ作り運ばせるという風土があったような気がいたします。もっといい車を作ろうよ、この言葉からスタートした私のトヨタ改革は、トヨタをお金を作る会社からもっといい車を作る会社、すなわち商品で経営する会社に変革することだったと思います。改革を支えた3つの柱があります。まず最初に取り組んだことが TNGA です。車の基本性能である走る、曲がる、止まる、それを高いレベルで実現するためには素性のいいプラットフォームが必要です。しかし新しいプラットフォームを生み出し共通化することはそう簡単なことではありません。リーマンショックで赤字に転落し、台数も伸ばせなかった一番苦しい時代に、みんなで歯を食いしばりながら苦労に苦労を重ねて作り上げた最大の武器、それが TNGA です。TNGA によって商品が大きく変わりました。クラウンやカローラといったロングセラーが息を吹き返し、86やスープラ、GR ヤリスといったスポーツカーも復活いたしました。共通のプラットフォームを使い、商品を単一ではなく群として開発し、多様化する顧客ニーズに対応していく群戦略も実現できるようになりました。それらはすべて TNGA があったからできたのだと思っております。そして2つ目の柱がカンパニー性です。世界中のお客様の
ありとあらゆるニーズに応えてきたフルラインナップ、それがトヨタです。しかしグローバルマスタープランの時代にはフルラインの強みを失い、台数収益に貢献する商品だけの偏ったラインナップになっておりました。そうした状況には二度としない、その決意の表れが現在のカンパニー性です。フルラインである以上、スポーツカーでも商用車でも、どんなジャンルの車でも情熱を持ち、責任を持って考える人が常に会社の中にいる。そんな状態を作り出すことがカンパニー性の真の目的だったと思います。目先の台数と収益、この魅力に抗うことは簡単なことではありません。だからこそトヨタにとって、世の中にとって本当に必要な車を第一に考えることができる、そんな人と組織を作らなければならないと思いました。そして最後の一つが最終責任者としてのトップだと思います。自分で言うのもなんですが、トヨタにあり他のメーカーにないもの、それがマスタードライバーだと思っております。世に送り出す商品の味に責任を持つ。たとえ開発陣が苦労し作り上げたものであったとしても、トヨタ、レクサスの味でなければはっきりノーという。森蔵、マスタードライバー、トヨタの社長、この3つの顔を同時に持って、私自身が現場で仲間と共に取り組んできた14年間のすべてが今のトヨタの商品という形になって現れていると自負しております。そしてこれが商品で経営するということだとも思っております。もっといい車を作ろうよ。最初は誰からも理解されませんでした。社内からは具体的なスペックを言ってもらわないと困ると言われ、社外からは今度の社長は数値目標すら言えないのかと批判されました。もしあの時私が何か一つでももっといい車の具体例を言ってしまっていたら、社内は思考停止に陥り、今の商品グローバルフルラインナップは生まれていなかったと思います。人の持つ考える力を尊重する、これも TPS が教えてくれたことだと思っております。トヨタを支える人の改革、役員改革と従業員コミュニケーションにも全力で取り組みました。大変時間と労力がかかる取り組みですが、私を突き動かしたのは、自分と同じ苦労をさせたくないという次世代への思いだったと思います。まず役員について申し上げますと、かつてのトヨタでは社長は62歳で就任するのが通例となっておりましたが、私はそれより10年早い52歳で社長に任命されました。当時役員は80名、顧問相談役は70名、合わせて150名の方が在籍をされておられました。全員年上です。年上の私を応援しサポートしてくださった先輩もいらっしゃいましたが、異例の若さで社長就任を快く思わない方もたくさんいらっしゃったと思います。そんな中、私はトヨタを変革するためには上から変えていくことが不可欠だと考え、役員の数や階層を少なくしてまいりました。今では役員は14名、顧問相談役は0となっております。その目的は肩書きではなく役割で仕事をする会社に変えることです。肩書きはヒエラルキーを生み、それが行き過ぎると社内はトップから降りてくる言葉を待ち、自立性を失ってしまいます。これに対し役割はフェアネスを生み、一人一人の考える力と自発的な行動を引き出すと考えたわけでございます。そのために肩書きではなく役割で動く会社に変えていかなければならない。これは創業家という肩書きで先入観を持たれ苦労してきた私自身の使命だと思いました。次に従業員とのコミュニケーションについて申し上げます。こちらの映像をご覧ください。今の段階でね、素直な感想を言いますと、
私今までねずっとこの労使協出てますけど、本音の話し合いは進んだと思います。でも今回ほどねものすごく距離感を感じたことないですね。こんなに噛み合ってないのかと。赤字の時も大変な時も従業員に自分は向き合ってきた。自分は一体何だったんだろう。やる気のある人もいるんですね。この会社にはやる気がある。ただやり方が分かんない人がいる。その人たちにはセーフティーネットを与えたい。私から回答を申し上げるにあたり、まずは皆さんと一緒に改めてトヨタグループで働く全員が立ち返るべき原理原則である豊田綱領の精神について考えたいと思います。豊田綱領の一つ目は、上下一致、施政業務に服し、産業報告の実をあぐべしです。この産業報告の精神こそトヨタの原点であり、どんなに時代が変わっても変えてはならないものだと私は思います。そして4つ目が、温情友愛の精神を発揮し、家庭的美風を作行すべし。従業員は家族、これは喜一郎の言葉です。今回の労使の話し合いで、私たちは本当に家族だったのでしょうか。まずは相手の悩みに耳を傾け、現実に起きていることをしっかり受け止め、すぐに答えが出ないものは時間をかけ、共に悩み、共に現状を打開するやり方を模索する。これが家族の話し合いではないかと思うのです。ここまで少し時間をいただいて、私たちの原点である豊田綱領について、私なりの解釈を申し上げてまいりました。それは今のトヨタが、ここにいる私たち全員が豊田綱領の精神を忘れかけているのではないか、そう感じたからです。豊田綱領が私たちトヨタの原点であるならば、トヨタ生産方式 TPS と原価低減、原価の作り込みは、トヨタに関わる全員が身につけるべき作法と言えます。今回の労使協でのやり取りの中に、私は創業の精神や叩き込まれたはずの作法を感じることができませんでした。第3回の労使協でこんなに距離を感じたことはないと申し上げたのはそういう意味です。見えないところで頑張っている人たちがトヨタにいることも私も知っています。しかし今回の労使協では、そうした人たちの頑張りや悩みが一言も聞けなかったような気がいたします。私自身の現場感覚とあまりにギャップを感じましたので、第3回の労使協の場であのような発言をいたしました。会社は従業員の幸せを願い、従業員は会社の発展を願う。これがトヨタ労使が大切にしてきた共通の基盤であり、私は従業員は家族であり、労使協議はその家族の会話だと思っております。子供が間違った方向に行こうとしたときに叱るのは親父の役割です。私はそう思い、14年間、従業員一人一人と向き合ってきたつもりです。そこには一つの嘘もありませんでした。本気で喜び、笑い泣き、叱ってまいりました。その結果、今のトヨタの労使協議は大きく変わったと思います。自分たちの利益だけを主張するのではなく、自動車業界で働く550万人の仲間のことを考える場に変わってまいりました。ものづくりは人づくり、これも TPS の教えそのものだと思っております。危機に直面したとき、困ったとき、私はいつも現場に参ります。現場で自分の目で見て、耳で聞き、体で感じた事実と現実のベース、それにトヨタの進むべき道を決めてまいりました。私が言い続けた、もっといい車を作ろうよ。これは絶え間ぬ改善を掲げる TPS そのものだと思います。そのためには、トヨタの思想と技と所作を身につけた人を作らなければなりません。かつてのトヨタは非常に官僚的で
一部の肩書きを持っている人たちが主権を持ち、現場ではなく本社の机の上で意思決定がなされていた会社だったと思います。入社して以来、私がずっと感じていたトヨタってこんな会社だったのかなという違和感は、巨大組織に根付いてしまったこの企業風土にあったと思います。もっといい車を作ろう、町一番の会社になろう、自分以外の誰かのために仕事をしよう。最初は誰からも相手にされなかった私の言葉と行動に一番共感してくれたのが現場の仲間でした。現場で働く一人一人が自ら考え動いてくれるようになりました。人が変わったからこそ商品が変わり、トヨタが変わったのだと思います。今トヨタの主権は自ら考え動く現場にあります。これこそが私が何としても取り戻したかったものでした。しかしこの現場試験の経営も油断をするとすぐに本社試験、大本営試験の経営に戻ってしまうのではないか。こんなにも時間をかけて苦労して変えてきたトヨタがかつての官僚的なトヨタに戻ってしまうのではないか。私は常に危機感を持っております。みんながそれを感じた時にはトゥーレイトです。絶対に元のトヨタには戻さない。そのために私自身戦い続けなければならないと思っております。トヨタらしさを取り戻す戦いに終わりなし、改善に終わりなし、TPS のこの言葉で私の話を終わりにしたいと思います。ご清聴ありがとうございました。Q&A セッションの時間を頂戴をいたしております。今日どうもありがとうございました。経営環境がこれだけ変化をしているのでですね、豊田会長は会社の何を変えて何を変えないのかというのをどういう観点で見極めて決断されているのかっていうのをぜひお聞かせいただきたいと思います。はい、まず変えちゃいけないことをはっきり決めたっていうことだと思います。それで変えちゃいけないことと多分絶対やっちゃいけないこと、これを明確にしてそれ以外は時代も変わってきておりますので、それ以外はやっぱり変えていかない限りですね、変化をしない限り企業というのは持続的永続的には発展していかないだろうというのが私のベースにあった言葉であります。ただちょっと状況が変わってまいりましたのは、現在ですね、正解がないんですね。例えばカーボンニュートラル、それから多様化におけるいろんなマネジメントのやり方とかいろんなものはございますけれども、正解がない時にどうするか。かつて自動車産業というのはアメリカとか欧州が先を走っておられましたので、そこよりもうまくやろうじゃないかということで戦ってきたと思います。ですけれども先頭を走り始めた今ですね、そしてケースをはじめ大きな変化点がある中、トヨタがやっていくことが必ずしも正解ではない。ただ何かしらの変化をしない限りは必ず衰退してしまうということで、かつてよくプラン、ドゥ、チェック、アクションと言われてたものも、プランを最初にやってるとですね、やっぱりその正解のない時代はやっぱおかしくなっちゃうんですね。ですからドゥを最初にやろうじゃないかと。ドゥを最初にやった中で、これってトヨタかな、これってトヨタがやっていいことかな、悪いことかなというのをやっぱりみんなで考えながら、結果ですね、変えちゃいけないもの、というものがだんだんね、時代に合わせて、皆さんと共感を持ちながら作り上げていくものだと私は実感いたしました。トヨタさんが全方位で、EV も水素も、全部やるんだみたいなことよく言われます。これからのそのトヨタさんの車作りの将来像といいますか、そういう全体のイメージとしてそのトヨタの車がどうなっていくのかなというの非常に興味があるところなんで、はい、そのご質問だと回答に
4時間ぐらいかかると思いますですけど、その4時間をあえて4分でやるとするとですね、一つの選択肢じゃダメじゃないと、はい、カーボンニュートラルの山の登り方は、各国のエネルギー事情に関わってまいりますので、その国ごとに登り方が違うんじゃないということと、今すぐできることはやろうよという考えでトヨタはやっております。でトヨタはですね、ご存知のようにグローバルな会社で、かつそのフルラインメーカーです。ですからEV と言っておられる方はですね、どちらかというと武器が BEV 一本で戦っておられるところですので、ただトヨタの場合本当に全世界10億人の方がですね、電気が通ってないところにも車を供給しておりますので、電気自動車一本の選択肢ではですね、全ての方に移動を提供できない、というところから、いろんな選択肢を持とうじゃないかという方策をしております。そしてトヨタにあって他の会社にないのがハイブリッドというものです。でハイブリッドがこの日本でですね、20年30年前から導入したおかげで、日本が唯一先進国の中で CO2 を 23% 下げている国であります。ただそこのところはメディア中心にどなたもですね、あまり説明をしてくれません。それよりもトヨタが2週遅れ3週遅れ、ということしか言われない。ですから大事なことはですね、電気自動車にするとか燃料電池車にするとかいうことではなくて、どういうそのパワートレインであれ CO2 が敵なのでありますので、 CO2 を今すぐでも減らすことをみんなで考えようよと。そして、どの地域どの国の方々どのその所得層の方でも移動の自由を奪うなというですねところをトヨタは考えております。昨日も今オートサロンの途中で、昨日もエンジンやるぞっていうですね大プロジェクトをトヨタにお願いをしたということをぶち上げました。というのはいくら電気自動車が進んだとしてもやっぱり市場の3割だと思います。そうするとあとの7割はハイブリッドなり燃料電池なり、水素エンジンなり、そしてまたガソリン車なり、そういうのは必ず残ると思います。そしてそれを決めるのは規制値政治の力ではなくて、お客様市場が決めること、になってくると思います。そうした時にやはりフルラインナップで全世界で勝負をしておりますトヨタ自動車はやはり7割の層のこともね取り残さないようなことも考えていかないといけないということでマルチパスウェイをやらせていただいておりますので、正直言いましてマルチパスウェイ昨年の G7 でやっと日本が言い出しましたけれども、それまで3年間マルチパスウェイと言ってたのは自動車業界でこの私一人であります。でこの私一人で相当叩かれました。やはり一人で戦っていくというのは本当につらいことです。そういう中でも私が守りたいのは550万人の本当に日本でエンジンも含めて今まで人生かけて仕事をしてきた人生がね、急に電気自動車になるって言った時にずっとエンジン関係の仕事をしてきた人は今までの人生どうなったんだと言われると私は思います。ですからそういう方々もまだまだエンジンメーカーエンジンの関係の仕事をやってる人たちにも自分もカーボンニュートラル参加できるんだ、というようなことを元気をつけてもらうためにトヨタ自動車に新たにエンジンの新しいプロジェクトをお願いしておりますし、そのうちそれはですね佐藤社長の方からも発表があると思います。みんなで未来を作るものですし、一部の選択肢だけのねところでやらない方がいいよというふうに私は思っております。日本には日本のやり方があると思いますし、何も欧米のね、右になれをやることが本当の正解ではないと思います。正解を決めるというのは最後市場とお客さんが決めることだと思いますので、そこまで選ばれていけばね、きっと未来は変わってくると思いますから、ぜひともねトヨタの考えにもぜひとも応援とは言いませんけれども共感いただいた方は
いろんな形で応援いただきたいなというふうに思います。トップリーダーの心得というものにつきまして、改めてご教授いただければ幸いでございます。どうぞよろしくお願いします。私はご教授できるような立場ではないと思いますが、私は経営者としてやってきたことは2つだけです。決断と責任を取ること、この2つこそが経営者の仕事だというふうに思ってやってまいりました。私自身とにかく先ほど申しましたように、あなたにはできないでしょというね、誰からも望まれない社長としてスタートしております。そういうこともございまして、私自身何か相談に自分のところに来たという時にはもう回り回って最後の砦で来たんだろうな。ですから私の部屋を出てって、扉を出てった時にはこうすればいいんだなということが分かるような回答をしてあげよう。ただ私もですね、未来予言者でもなければ、何でもないので、私の回答がね、正解とは限らないんですよ。ただ正解とは限らないまでも少なくとも一歩出て何かやりだしたことでより多くのことが見えるようになれば、私の目耳は2つですが、多くの仲間たちと共にそうやって仕事をしていけば、もっともっと情報量、もっともっと間違いをしたら間違いというのは分かるわけです。そのために責任は取ってあげるよというね、ことで、責任を取ってあげるよというのを口で言うのは簡単なんですが、本当にやってくれるかどうかなんですね。ですからそれを何か厄介な話が来た時に自らが動く姿をお示しされればですね、多分いろんなことが変わると思います。それに私と違って最大のアドバンテージはきっと期待されての社長就任だと思いますからね。私の時はね、とにかく早く辞めろよみたいなね、早く赤字の責任取って辞めなさい、それがあなたの役割っていう感じで、受けましたっていうか、そうだったと思います。ですけどそれがここまで続いちゃったのは危機が続いたからです。危機が続き、誰もそういう時の回答なりね、ああいうのが言えない、それをある覚悟を持って、これどんな結果になってもいいから雇えよということを言い、うまくいかない時に表に立ったからだと思います。ですからそういう態度をね、一つずつお示しいただくこと、こそが重要なんじゃないのかなと思います。そして昨今ね、これもちょっと日本のメディアに対してねあれなんですけど、あまりに分断とね誹謗中傷を煽るなということはちょっと感じております。ですけど今未来を語るんだったら、それは子どもたちとかね、これから未来は長い人たちのためのものなんですよ。そうした時にどんな大人の姿を見せるか、これも大事になってくると思います。今の大人があいつの責任とかねこれ知らないもんとか言ってんじゃなくてね、何でもかんでも大人がまず率先して動き、よりありがとうと言い合える、そして助かえる、そして笑顔が多くなる、そんな世界を大人が作んないと子どもたちはねどんどんこの国日本から逃げていってしまうんじゃないのかなというふうに思います。何か困ったようなことがあった時には自分が表に立ってあげるというその行動を示すとですね、きっと多くの応援団が得られるんじゃないのかなというふうに思います。以上です。豊田さんが今考えている日本の製造業に対して何をしたらどんなことを伝えたいかとか、あるいは後世の方にどのようなことを伝えたいかということについていろいろとアドバイスをいただければと思います。やっぱり企業経営っていうのは過去現在未来っていうのがあると思うんですね。それで過去があるから今がある、で今何をしてるから未来の世界は変わる、ということで仕事の中もですね過去の処理をしているグループもあれば、現在の稼いでくれてる部署もあれば、未来のことに携わる先端先行の研究開発も含めてやってるところもあると思います。ですけど企業経営で僕大事なのはそれぞれがありがとうと言い合える関係を作ることなんじゃないのかなというふうに思ってます。
先端先行をやれる人たちは過去こういうことをねやってきて、そして現在こういうことやってくれてるから俺たちこういうことできるよと、ね、その過去現在をやってる人たちは自分たちがね本当に未来に、やっていくのに頑張れよと、ね、俺たちしっかりその分稼ぐからとか、その分のリソースを持ってってもいいよってね、お互いがお互いに助け合う感覚になった時、きっと企業はですね非常に強いものになっていくんじゃないのかなというふうに思っています。それをやはりその未来をやってる人、新プロジェクトだけやってる人、こっちがその良くて、その過去のこういうことをやってる人がなんとかだというねいうふうに持ってかないことこそがね経営者の仕事だというふうにも思いますし、全ての仕事には私は意味があるというふうに思っているんですね。ですからこの仕事においてこれはいい仕事これは悪い仕事というのは、ないわけで、全て関わっているものはいい仕事だし、ですからそういう意味でやはりやる以上は多くの方を幸せにしていきたいなという気持ちで私自身はやっております。皆様、トヨタ会長への盛大なる拍手をお願い申し上げます。どうも長時間どうもありがとうございました。